こんにちは、もとこです。本日はですね、こちら、角川様から出版された私の一冊目の著書、ニュークロシェ、初めてのかぎ針編みの可愛い小物からメッシュバッグを編みました。こんな感じ。で、書籍に掲載されてるのはこちらのオレンジだったんですけど、もうどうしてもミントが欲しいなと思って、ミントで編ませていただきました。すごいね、爽やかなこのポームのお色をベースにして、ちょっとこの濃色のブルー系のキラッとしたブリリアンと、このちょっとクリスマスっぽいカラーのね、こっちもちょっとクリスマスっぽいカラーっちゃカラーなんですけど、ちょっとイエローとかが混ざった、こちらの一とせっていう糸を、使って編んでいます。こちら全部浜中様の糸で、ポーム、ブリリアン、一とせですね。3種類の糸を使用してます。ちなみに書籍はこちらの本になります。で、こちらに掲載されてるこんな感じでね、後ろの背表紙にも載せていただいてるんですけど、これです。じゃーん。かわいい。こんな感じで掲載させていただいております。で、編み図の方も、書籍に掲載されてます。で、動画では一応編み図はお見せしてません。口頭で何目何段とか、何目だよ何段だよっていうのは説明しているので、一応この書籍もね、できればご購入いただきまして、編み図を見ながら、私の動画も見ながら編んでいただけると嬉しいです。で、ちょっと一つ、お知らせしたいポイントが、ハンドルの作り目がちょっと少ないんですよ。書籍に書いてあるのが。ちょっと間違えてまして、そちらを皆様にお知らせしたいなと思っています。で、書籍の、66ページ目なんですが、このハンドルのこの作り目が73目に記載してあるんです。そうするとすごいこのくらいになっちゃうんですね。正解は129目です。なのでそこはちょっと動画の中でも説明したんですが、申し訳ないですが、そこをちょっと気をつけて編んでいただけたらと思います。で、こちら、私がよくやってるここの面の本体の部分を横に編んで2つに折って、こうやってね、2つに折って、脇を閉じて、ショルダーにするっていう方法で編んでます。すごくね、複雑に見えるんですけど、そんな複雑な模様ではないので、初心者の方でも安心して編んでいただけるんじゃないかと思います。動画の中ではなるべく丁寧に説明しました。ちなみに、このヘアバンドも掲載されております。同じ基本模様の編み方で、閉じはぎがほぼないので、バッグよりは短いし、簡単に編めるかなと思います。こんな感じのヘアバンド。ヘアバンド流行ってるしね、可愛いの欲しいなと思って編みました。結構ね、春夏、これに T シャツとかでお出かけしてました。で、これはもう本当にこうバーっと編んで、後ろをピピピって縫い留める形になってます。結構これも簡単に編めるんじゃないかな。で、お色がこれがスカイ。で、これがグレー。で、これがオレンジですね。書籍に掲載された分。で、それ以外にオンラインストアでは、このミントだったり、このイエローも販売されてます。もしよかったらチェックしてみてください。ぜひぜひお好きなカラーで編んでいただけたらと思います。で、針は5号針だったかな使ったんですけど、ほんと5号針ぐらいの糸だったら別に全然他の糸でも編めるので、皆さんお好きな糸で編まれたり。なんかね、これはポーム2玉、他1玉なんですけど、ほんとお手持ちの余り糸とかでもちょっと組み合わせながら編んでもすごく可愛くできると思うので、ぜひぜひ編んでみてください。それではですね、編み始める前に、概要欄に、オンラインストアの URL や SNS の URL など記載しますと、あと書籍の URL も記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは早速編んでいくぞー。本日編む作品はこちら、ニュークロシェ初めてのかぎ針編みの可愛い小物から、こちらのメッシュバッグを編んでいきます。写真は24ページ。ちなみに同じ編み方でヘアバンドもあります。こちらですね。このメッシュバッグを編んでいきます。で、作り方は64ページ。で、今回書籍に掲載されているものなので、編み図がちょっと、動画内ではお見せできないのですが、この編み図見ながら編まれる方は、この書籍を見ながら編んでいっていただけたらと思います。そして1箇所訂正がありまして、こちら、
ハンドルの作り目なんですが、これ73目と書籍には記載があるんですが、正確には129目になります。73目と若干短めのハンドルができてしまうので、ここは申し訳ないのですが、修正していただけたらと思います。それでは、私は動画で口頭で説明していきますが、動画を見ながら、書籍の編み図を見ながら編んでいっていただけたらと思います。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんのポームオーガニックコットン100ベビーカラーの、97番でブリリアンの、11番一とせの7番すべて浜中さんの糸になります。で、使用するかぎ針は5号針。書籍に掲載されているカラーはこちらがオレンジのカラーなのですが、ちょっとまた違う色で編んでいきたいと思います。で、オンラインストアで発売していて、こちらはスカイというお色で販売をしています。それでは早速編んでいきます。まずはこの糸 A のポーム使っていきます。これで鎖編み119目していきます。はい、ここから編んでいきます。針のに糸をかけてこの輪っかを通して鎖編みができます。これで1目、2目、3目、4目、5目、このようにして119目編んでいってください。119目編み終わりました。それでは1段目編んでいきます。まずは細編みを12目編みます。まずは立ち上がり鎖1目を編みます。そしてこの作り目119目目鎖1本と裏山をこんな風に拾って編みます。針を入れて糸をかけて引き抜いてコマ、次も同様に針を入れて糸をかけて引き抜いてコマ、3目、4目、5目、6目、これを12目編んでいきます。12目編めました。で、次1段目模様を編んでいきます。鎖編み2目を編む。そして作り目を1、2、3目飛ばしたら、次の目に長編み。1、長編みを2目編む。そして鎖編みを1目編んで、また同じ場所に針を入れて、長編みを2目。で、鎖を2目編んで、1、2、3目飛ばして、その次の目に、これで一つの模様ができました。また同じように編んでいきます。鎖2目、1、2、3目飛ばして、長編みを2目。で、また同じ場所に針を入れて、長編みを2目。そして鎖編み2目編む。で、1、2、3目飛ばして、その隣に細編み。この模様を繰り返して編んでいきます。ここまで編みました。模様編みが12模様ですね。で、最後鎖2目まで編んでます。で、また同じように細編みを12目編んでいきます。そしたら一番最後の細編みの最後引き抜く時に糸を変えます。2段目は一とせで編みます。針に糸をかけてこんな感じで引き抜くと次の段からの糸の変えたなんていうんですかね、段の終わりが綺麗というかになります。それでは、2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目で、ここから筋編みを編んでいきます。この筋編みというのは筋を1本残していくので、その筋はこの鎖の1本が筋になるんですね。なんでこの向こう側1本こんな風に拾って細編みで、この筋編みを前後
交互に見えるように編むことでちょっとリブっぽい雰囲気になっていきます。向こう側1本だけを拾って細編みをしていきます。12目編めました。そしたらまた模様を編んでいきます。次はまず1、2、3、4、5目で始まります。で、前段のこの長編み長編み2目の間の鎖を即ですくって細編みを編みます。で、次から模様を編む。1、2編んだら前段の細編みに針を入れて長編み、そして鎖編みを3目編んでまた長編み、鎖編み2目、前段の鎖即ですくって細編み、これを繰り返します。そして基本的にこの柄はこの1段目のこの柄と2段目のこの柄を交互に段ごとに交互に編んでいくことでできています。この2種類の柄が編めればもう編めると思います。で、3種類の糸を3色ずつ変えていきながら編んでいきます。最後鎖5目でまで編めました。一番最初のここと同じように最後は鎖5目です。で、また細編みの筋編みを12目編んでいきます。編めました。こんな感じです。で、そしたらまた一番最後の細編みを引き抜くときに次の糸に変えます。次の糸はブリリアンです。3段目編んでいきます。で、また向こう側の鎖1本を拾って細編みを編んでいきます。そして3段目編んでいきます。1段目と基本的に編み方は同じです。鎖2目、前段の細編みに長編みを2目、鎖1目、長編みを2目で、鎖2目を編んだらこの鎖3目即ですくって細編みで1、2、そしてまた長編み2目、鎖1目、長編み2目という風に、模様を編んでいきます。3段目も最後まで編めました。で、ここで最後ですね、引き抜くときに糸を変えるんですが、糸をカットせずにここからこの1段目の編み終わりの糸を持ってきて引き抜きます。これを糸を渡すと言います。で、これで次の段を編んでいく。そうするとこんな風に糸が渡ります。で、距離が短いのでそんなに目立たないと思います。ただ気になる方、ここに糸が全部の段で糸が渡っていくんですが、糸が渡るのが気になる方はカットして糸内側にしまって始末するというやり方をおすすめいたします。それではですね、あとは奇数段はこの模様、偶数段はこの模様で糸を3種類交互に変えながら、指定の段数43段目まで編んでいきます。はい、こんな感じで図案通り43段目まで編みました。そうしたらこれを2つ折りにします。一旦糸はここでカットして引き抜いておきます。
で、左側に編み始めの糸端が来てる面が表なので、外側を表にしてこんな風に2つ折りにします。それでは2つ折りにしたらこっち側から閉じていきます。これこうですね、矢印の向きこっち向きに編んでるこっち側で、こうですね、こういう状態でこっちが下、こっちが上で、ここから編んでいきます。まずは細編みと鎖編みで閉じていきます。このちょうどここに細編みがあるんですね。この面にした状態のこの細編みに針を入れます。で、左手に糸を持って糸をつけて、で、ここに細編みをします。こんな感じで2つ折りにします。鎖編みを1、2、3目編んで、このシェル編みの真ん中に鎖編みがあるんですけど、これを2枚とも同時に拾って細編み、鎖編み3目で、今度次はこのシェル編みとシェル編みの間の細編み、これの頭を拾って細編み、この鎖3目と細編みで閉じていきます。で、少しちょっとゴロゴロするのがそんなに気にならないと思うんですけど、気になる方はこの細編みだったりここの鎖編みを1本ずつ拾ってもいいかもしれません。もう私はこれはそんな気にしないタイプなので、鎖一気に拾って編んじゃいます。鎖3目、細編みの頭の鎖拾って鎖3目、今度シェル編みの間の鎖編みを拾って細編み、こんな感じでまずはここまで編んでいきます。ちなみに、またここまで鎖3目まで編んだら説明しますが、ここ全部細編みで閉じていきます。最後のシェル編みのこの鎖を細編みで拾ったら鎖3目を編みます。そしてここの細編み、ここ全部拾って細編みをしていきます。で、ここはさすがにこの外側1本ずつを拾って細編みしていこうかな。ちょっと細編みが続くのでゴロゴロ続く場所を太く拾っていくとちょっとゴロゴロしそうなので、この1本ずつ拾うの難しいなって方はこの前段の細編みの頭の鎖4本ですね、1、2、3、4を拾っても全然そんなさほど大きな問題があるわけではないです。ただなんとなく仕上がりのスッキリさみたいなところでこの外側1本ずつを拾っていっています。こんな感じで細編みの頭拾って細編みをします。こんな感じで全部拾えました。はい、そしたらですね、ここ編み図では73目になってるんですね。これだとちょっと短くなっちゃって、ここ間違えな誤色です。ここは129目が正解です。120目で編んで肩掛けにできる長さで、最初の写真のような肩掛けの長さになります。73目だとちょっとハンドバッグぐらいの長さになってしまいます。それでは鎖編みを129目編んでいきます。はい、129目編めました。そしたらまた今度こちら側を同じように拾って編んでいきます。で、この時にちょっとこのハンドルの鎖がくるくるねじれないように気をつけて編み始めていってください。で、ここは作り目の鎖が1本余ってるので、こっち側はこの1本を拾いながら細編みで閉じていきます。
12目編めました。そしたらまた反対側と同じように鎖3目、細編み1目で編んでいきます。で、ここはこの作り目のシェル編みがギュッと編み入れられた、1目にこのような形で編んでいって、この細編みの部分、1本ずつ余ってるものを拾う、鎖3目、シェル編みが編み入れられた作り目を拾うと。このような形で編んでいきます。こんな感じで閉じました。そしてハンドルの作り目も編めてます。そしたら、今度折り返して、細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、前段の細編みにまず細編みを1目。で、鎖3目はこのように側ですくって、細編みを3目編みます。で、細編みには細編み。こんな感じで、鎖の部分はもう全部編みくるんでいきます。で、作り目のところは、先ほどの作り目をした裏山のみを拾って編んでいきます。またこの後説明します。こんな感じで細編み編んできました。そしたらですね、この作り目を、ハンドルの作り目を今度拾っていくんですが、この裏山というところのみ拾っていきたいと思います。こんな感じで、わかりますかね、この鎖編みの裏側ですね。こんな感じが、これ鎖の表で、ここに輪っかのように2本あるんですが、この裏にポコポコポコっとあるんですね。これ裏山と言います。で、これをこのようにして拾っていく。この1本だけを拾っていくことで、こんな風に反対側にも鎖が出て、ちょっと飾りっぽくなります。で、ちょっとこの裏山拾うの難しい方は普通に鎖1本と裏山とか拾っても、仕上がり的には何ら問題はありません。ただなんとなく仕上がりの雰囲気ですかね。がちょっと変わるかなという感じです。こんな感じで全て細編みで拾ってここまで編みました。それではですね、最後は、この長編み2目の玉編みを使ってちょっとお花のような模様で縁を編んでいきます。まず立ち上がり鎖1目で細編みをまずは編みます。そこから鎖2目編みます。で、鎖2目編んだら1、2、3目飛ばして、その次の目ですね。ここに長編みを途中まで、で、この2目を引き抜くと。これで長編み2目の玉編みが1目編めました。で、これをまた鎖2目編んだら同じ場所に同じように長編み2目の玉編みを編みます。こんな感じで引き抜く。で、また鎖2目で長編み2目引き抜く、鎖2目で、こんな風に長編み2目の玉編みが3目編めたら、また1、2、3目飛ばして細編みを編みます。これを繰り返していきます。長編み2目の玉編み、鎖2目、長編み2目の玉編み、鎖2目、長編み2目の玉編み、鎖2目して、1、2、3目で、次の目に細編み。こんな風に縁を編んでいきます。ハンドルと縁編みですね。完成です。めっちゃ可愛いです。それでは最後にこんな感じで
ネームをつけていきます。ネームがつきました。これで完成です。重さや、サイズ感など、寸法などは、書籍を参考にしてください。ちなみに、このポームベビーカラー、この糸ですね。これが2玉。その他は1玉ずつでできます。いかがだったでしょうか？メッシュバッグ。ちょっとね、わからない書籍だけではわからないポイントなど、動画の中で解決できてたらいいなと思います。ぜひぜひ編んでみてください。この春夏にね、絶対重宝するの間違いなしなので、ぜひ楽しんでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。